あなたは SNS とかで生成 AI の話題を見ない日ってないですよね。ええ、本当に毎日何かしら見かけます。今は誰もが、AI ブームの絶対王者として脳にあたる GPU を作る企業ばかりに注目していますよね。はい、どうしてもそこに目が行きがちです。でも実は今次世代 AI の最大のボトルネックって脳ではなくてその脳が作業をする机にあるんですよね。そうなんですよ。今回のディープダイブではある企業の劇的な決算から AI ブームの第2幕が全く別のハードウェアに予想外のゴールドラッシュを引き起こしているその全貌を解き明かしていきたいと思います。これまで AI といえば膨大なデータを読み込ませて大規模なモデルを作り上げるいわゆる学習のフェーズが主役でした。なんかチャットボットを賢くするための準備期間みたいな感じですよね。はい。しかし直近の動向を見ると AI が学習した知識をもとに実際にユーザーの質問に答えて結果を生成する推論、つまりインファレンスと呼ばれるフェーズへと需要の重心がはっきりと移ってきているんです。ユーザーが日常的に AI を使うフェーズに入ったからこそその推論が重要になっているわけですね。ええ、まさにその通りです。でもそれがなぜ机の話につながるんですか？この推論が広がるとですね、AI モデルが直前の計算結果を一時的に保持しておく領域がどうしても必要になるんですよ。はいはい。高性能な GPU って超高価な天才的な頭脳なんですけど、自分が直接持っている記憶領域、つまり VRAM には限界があるんです。頭はいいけど暗記できる量には限りがあるみたいな。その表現ぴったりです。だからこそ GPU のすぐ隣に巨大で高速な机を置いてデータを瞬時に出し入れしなければならないんです。へえ、そこで机の出番なんですね。はい。この役割を担うのが高速な SSD なんです。もしこの机が狭かったり、データの引き出しが遅かったりするとどうなるか。どうなるんですか？数百万もする GPU がデータを待って手持ち無沙汰になってしまうんですよ。データセンターにとってこれは絶対に避けたい事態なんです。なるほど。AI が賢くなるってことは毎月のギガ数が足りなくなってスマホ代が爆発するようなものですか？少し飛躍しましたね。でも AI が学習から推論へと進化する中で、データを一時保存する需要が爆発しているのは事実です。ギガ不足で通信制限にかかるのは困りますけど、高速なストレージを作っている側からすればまさに特急なわけですね。そういうことになります。では、この AI の進化が実際の企業の決算数字にどれほどのマグニチュードをもたらしたのか、具体的に見ていきましょうか。いや、実は私もう数字を見ちゃってるんですけど、ちょっと笑っちゃうくらいすまざましかったですよね。そうですね、本当に驚異的でした。5月に発表された2026年3月期の通期決算ですが、売上収益が2兆3376億円で、前年比プラス 37.0% でした。2兆ってちょっと想像つかない額です。そして、本業の儲けを示すノンギャップベースの営業利益がですね、8762億円で、前年比プラス 93.4%、ほぼ倍増です。利益がほぼ倍ってものすごいジャンプアップじゃないですか。はい。希薄化後 EPS、つまり1株当たりの利益も 1033.58 円となりまして、独立以来最も強い数字と言えます。売上も利益もとんでもない伸びですけど、私を一番驚かせたのは次の数字ですよ。来期の見通しですね。そうです。会社が示した2027年3月期、つまり4月から6月までのたった3ヶ月の営業利益見通しが約 1.3 兆円。はい。1.3 兆円というガイダンスが出ました。ちょっと待ってください。さっき言った前の年の1年間丸ごとの利益が8762億円ですよね。ええ。通期で8762億円です。一体どういう計算をしたらそうなるんですか？確かに信じがたいですよね。たった3ヶ月で今終わったばかりの通期の利益実績を大きく上回ってしまう水準を見込んでいるんです。まさに異例のガイダンスと言わざるを得ません。いやいや、ちょっと信じられないペースですよ。つまり私が去年1年かけて必死に貯めた推し活予算をたった3ヶ月の春ツアーだけで使い切るような異常事態ってことですか？規模が桁違いですね。でも、たった3ヶ月で前年1年分を稼ぐという異常なペースは、まさに推し活の爆買いに通じる圧倒的な勢いがあります。まさか企業の決算で私の推し活レベルの爆買いを見ることになるとは思いませんでした。しかし、なぜこんなに利益が爆発的に増えるんですか？何か魔法を使ったんじゃないかって思いますよね。
本当にそうですよ。その背景にあるのが、単価と契約の裏側なんです。単価と契約ですか？はい。今回の決算の最大の革新は、会社が今後のガイダンスについて、これまでの、このくらいからこのくらいまでというレンジ形式での提示を廃止したことにあります。レンジを廃止ってどういうことですか？過去最高を大幅に更新する中央値一本での提示に切り替えたんですよ。メモリー業界って昔から価格の上下が激しいシビアな市場ですよね。レンジで幅を持たせないなんて普通は怖くてできないんじゃないですか？おっしゃる通り、非常に珍しい動きです。業界の常識からするとかなり強気なんですよね。なぜそれが可能になったんですか？それはですね、全アプリケーションで製品1個あたりの平均販売単価、いわゆる ASP が急騰していることに加えて、LTA を結べているからです。LTA って長期契約のことですか？はい、ロングタームアグリメントですね。先ほどお話しした推論用途でのストレージ需要拡大により、クラウド事業者は AI インフラの構築に出遅れることを何よりも恐れているんです。確かに他社に負けたら致命傷になりそうですもんね。そうなんです。だから、高い価格で固定してでも、長期的に供給を確実に抑えておきたいという強い動機が働いているんです。合点が来ました。単価上昇で中央値1本って、電気代が高すぎるから、家のエアコンの温度設定を中央値の25度1本に固定して乗り切るような話ですか？確かに一本化ですね。でも、これは不透明なレンジ表示をやめて、長期計画で確実に儲かるという企業としての強い自信の表れなんです。ちょっと恥ずかしい解釈しちゃいましたね。ふふ、でも本質はついていますよ。売上は前年比プラス 37% だったのに、営業利益はプラス 93% と、約 2.5 倍のペースで伸びているんです。売上の伸びより利益の伸びの方がはるかに大きいんですね。そうです。ASP の急騰が固定費を吸収して、増えた分の売上の大半がそのまま利益として落ちる強烈なレバレッジが効いている状態なんですよ。利益のテこ入れ、恐ろしい威力ですね。ボロ儲けの構造が完成しているわけですが、それだけ儲かっているなら経営陣もホクホク顔でどんどんイケイケでいこうって感じなんですか？実は、決算説明会の言葉の端々にもっと深い戦略的意図が現れているんです。戦略的意図ですか？トランスクリプトを前期と読み比べると、経営陣の言葉が守りから攻めへと明確に入れ替わっています。どんな風に変わったんですか？まず一つ目の変化が、財務規律という言葉の意味の反転です。財務規律って普通は無駄遣いしないようにするみたいな意味ですよね。はい。前期までは設備投資を抑えて借金を減らす守りの言葉だったんです。それがどうなったんですか？今回は4500億円のキャペックス、つまり設備投資を正当化するための成長に合わせた適切な投資を意味する言葉に変わったんです。ちょっと待ってください。4500億円もの設備投資ですか？ええ、巨額ですよね。メモリー業界って好景気に浮かれて巨大な工場を作りすぎた結果、供給過剰になって価格が大暴落するっていう言いたいサイクルを何度も繰り返してきましたよね。はい。シリコンサイクルですね。それなのにこのブームのど真ん中でそんな巨額投資をするなんて本当に規律と呼べるんですか？ただの無謀な拡大路線に見えますけど。非常に鋭い指摘です。まさにその過去の罠に陥らないための2つ目の大きな変化が、ネットキャッシュという言葉の初登場なんですよ。ネットキャッシュ？前期までは財務改善の目標をネット D レシオの改善という相対的な指標で語っていました。はいはい、借金と資本のバランスみたいなやつですね。ええ。実際、この1年でネット D レシオは 39% まで劇的に改善しているんです。すごい改善幅ですね。さらに、今期中に3230億円の優先株式の償還と、4475億円規模の借入金の繰り上げ返済を実行及び予定しています。借金や優先株をものすごい勢いで返しているんですね。その上で今回、CEO は来期の第一四半期末にネットキャッシュ化を目指すと明言しました。それって具体的にどういう状態なんですか？つまり、借金ゼロを通り越して手元の現預金が有利子負債を上回る状態という絶対指標を目標に掲げたんです。手元の現金が借金より多くなるってことですか？はい。これが先ほどの無謀な拡大路線ではないかという疑問への答えです。なるほど。すごく腑に落ちました。銀行の借金に頼るのではなく、自前で稼いだ圧倒的な現金で成長投資を賄う。だからこそ財務規律を保った攻めが成立するわけです。つまり銀行の顔色を伺わなずに会社の飲み会を全部割り勘にして現金を貯め込む
ケチケチな上司の組織モデルに変わったってことですか？さっき4500億円も投資するって言ってましたけど、ケチなのか太っ腹なのかどっちなんでしょうか？上司の言葉に翻訳ですね。でも、ただのケチではなく、攻めの投資をするために手元の現金を借金より多くするネットキャッシュ化を目指すと読めます。ふふ、自分たちの財布から勝負に出られるという強い姿勢なんですね。そういうことです。台湾の南亚テクノロジーの株式を取得するといった戦略投資にも踏み込んでいますからね。攻めてますね。そして3つ目の変化として、推論が GPU と同格に語られ始めました。同格ですか？さっきは机と頭脳って言ってましたけど。ええ。推論用途ではストレージの重要性が GPU と同等になるという発言が複数回ありまして、AI インフラにおける自社製品の立ち位置をただの部品から主役級へと格上げしているんです。脇役から完全にセンターへ寄り出た自信を感じます。ここまで聞くともう資格なしの完璧な企業に見えますね。ただビジネスに絶対はありません。Q&A セッションを見ていると、経営陣の答えにくさが見え隠れする場面もありました。こんなに絶好調なのにまだ落とし穴があるんですか？ここからは時期への仮説とリスクについても考えておきましょう。はい、ぜひ教えてください。まず注意すべきは、あの圧倒的な 1.3 兆円というガイダンスが、為替の前提を1ドル159円に置いている点です。159円ですか？今の相場からすると結構な円安設定ですよね。そうなんです。為替換納度は1円の円高で営業利益が約90億円減るとされています。1円の円高でそんなに変わるなら、円高になればスーパーの輸入肉が安くなって、会社も家計もみんなハッピーってことですよね。だって円高はいいことだってよくニュースで言ってますし。家計とは逆になります。でも前提が159円なので、1円円高になるだけで90億円の利益が飛ぶ。突然の土砂降りに警戒が必要な天気予報のようなものです。ひえ、90億円の土砂降りは傘じゃ防げませんね。ええ、本当に厳しい影響が出ます。でもそれって為替っていう外部要因ですよね。本業のビジネス環境においてのリスクはどうなんですか？さっき言っていた ASP の急騰も上がり続ける保証はないですよね。まさにそこが2つ目のリスク。先買いによる反動リスクです。先買いってことはフライングして買ってるってことですか？ええ、単価が急騰した背景に、顧客側が将来もっと値上がりするかもしれないとか、品質になるかもしれないと焦って早めに在庫を確保する動きがあったとすればどうなるか。なるほど。いや、それは反動が来そうですね。次の第2四半期以降に需要の反動が来て、ピタッと買い控えが起きる可能性があります。CFO が単価上昇の持続性について、具体的な期間の明言を避けた点が気になります。そういう理屈ですか。パニック買いでトイレットペーパーをまとめ買いした後はしばらく誰も買わなくなるのと同じですね。まさにその心理です。さらに、技術面の進化にも不確実性があります。AI の推論において重要になる KV キャッシュという技術をご存知ですか？ KV キャッシュ。いえ、初めて聞きました。それ何かの暗号ですか？違いますよ。私たちが AI とチャットをするとき、AI は数回前にあなたが何を言ったかという文脈を記憶しておく必要がありますよね。はいはい。前に話したことを覚えてないと会話が成立しませんもんね。この文脈データを保持する領域が KV キャッシュなんです。そこにも名前がついてるんですね。会話が長くなったり、膨大な書類を読み込ませたりすると、このデータ量は指数関数的に膨れ上がりまして、高価な GPU のメモリだけでは到底収まりきらなくなるんです。そうか。頭の暗記容量をあっという間に超えちゃうわけですね。そこでここでも超高速な大容量 SSD が求められるんです。GPU のメモリから溢れ出た文脈を SSD という巨大な引き出しに急いで移し替えるわけですね。その通りです。NVIDIA もこのアーキテクチャを推進しているんですが、今回の決算で経営陣はこの KV キャッシュ向けストレージの量産時期について CY2027 年頃と幅を持たせた回答にとどめました。結構先ですね。具体的な受注規模には踏み込んでおらず、商業ベースの確約はまだできない段階と読めます。技術の規格化や実用化のタイミングにはまだブレがあるということです。ロードマップは描けているけど、まだ飛散用ってところですか？他にも経営の舵取りを関する懸念はありますか？合弁パートナーである WD との生産比率の問題ですね。ウエスタンデジタルですね。現状は6対4ですが、これを将来変更する余地があるかという質問には現状維持を述べるにとどまりました。なんか歯切れが悪いですね。
経営の主導権や巨額の投資負担をめぐる交渉が水面下でヒリヒリと継続している可能性が示唆されます。仲間同士でもいろいろと駆け引きがあるわけですね。一方で、ポジティブな仮説もあります。ネットキャッシュ化を第一四半期末の目標としたことで、6月に予定されているインベスターデイで、具体的な配当成功や自社株買いといった株主還元策が発表される可能性があります。株主にとっては嬉しいサプライズになるかもしれないんですね。財務改善のゴールに到達したタイミングで次の資本配分方針を示すのは極めて合理的な流れですからね。ふふん。リスクも期待も入り混じっていろいろと見どころが多いですね。全体をまとめると、これまで市況の波に翻弄されて業績が乱高下してきたキオクシアが決算を一つ挟んで AI インフラの中核プレイヤーへと完全に姿を変えたってことですよね。まさにパラダイムシフトが起きています。要するに夏休み明けに突然ムキムキになって登校してきてみんなを驚かせた同級生みたいなものですね。お前、休みの間にどうやってそんな体になったのみたいな。筋肉の話ですか。でも市況の波に翻弄される体質から AI インフラの覇者へと根本的に体質改善したという点ではまさにその通りです。企業の本当の価値って単に出てきた 1.3 兆円という数字の大きさだけじゃないんですよね。はい、そこが一番重要です。業績が苦しかった時期にどうやって無駄を削ぎ落として優先株を償還し借金を返して財務体質を改善してきたか。そして次の AI 推論という巨大な波が来た時にただ波に乗るだけでなく長期契約で確実に利益を固定する準備をどれだけ周到に進めていたか。はい。それがここぞという時の爆発力に現れるんだなって今日のお話を聞いて痛感しました。収益性の極大化と財務の抜本的改善を同時並行で進めるという過去のメモリ業界のサイクルとは次元の違う強靭さを見せていますからね。まさに新しい局面に入ったと言っていいでしょう。そこであなたに問いかけたいと思います。あなたが今注目している企業は次世代の波に乗るための苦しい時期の体質改善が本当にできていますか？表面的な数字だけでは見えない部分ですね。はい。見えている華やかな数字の裏にある企業の基礎体力にぜひ目を向けてみてください。次に見る決算報告書が全く違った物語として浮かび上がってくるはずです。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。